皆さんこんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 20. 今回のエピソードではインソムニア、日本語で言うと不眠症についてお話しします。私の普段のポッドキャストでは、メンタルヘルスとか社会問題について私自身の意見をお話ししたり、私が学んだこととかを皆さんにお伝えすることが多いんですけれども、今回のエピソードではあまり教えることはありません。なぜなら、私の不眠症はまだ解決していないし、あまりいい対処法もまだ見つけていないからです。なのでぜひ皆さんが、同じような思いをしていたり、いい解決法を見つけた方がいたらぜひコメント欄で教えてください。メンタルヘルスの中でも、不安とかストレスとか不眠症ってものすごくたくさんの人が日常的に感じることですよね。ただ不安とかストレスを感じたところで、最近だとまた始まったのね、まあいいやみたいな感じで気楽に一緒にその感情と座っていることができるんですけれども、不眠症に関してはいろんなメンタルヘルスの問題の中でも私にとっては一番厄介です。夜何時間も寝ようとしているのに寝れなくて、だからといって仕事したり携帯を見ると目が覚めてしまうし、明日仕事があるから早く寝ないといけないのにとイライラしすぎて本を読んだりマインドフルなことをするにも集中できなかったり、ただ寝るという人間でも動物でも本能的に行う習慣なのになんでこんなことができないんだと、自分に苛立ちが湧いてきて、さらにそれが眠れない原因となったりして、あの時のイライラした気持ち感じたことがある人はとてもよく分かってくれると思います。そもそも私が不眠症になったのはコロナの時期です。コロナの時期とかその後よくニュースとかでも、多くの人がいろんなメンタルの不調に悩んでいたというのを聞いたことがあると思いますが、当時の私は学生だったので、仕事の心配もなく友達にも囲まれていたので、ニュースを見て大変な人もいるんだくらいに一言に考えていましたが、最近自分の不眠症について改めて考えていた時に、そういえばこれが始まったのはコロナの時期だと気づいて、そこで初めて自分もコロナパンデミックの影響を受けていたと実感しました。で、なぜその時に不眠症が始まったかというと、コロナの時期私はドイツに留学していたんですけれども、パンデミックがとてもひどくなった時に大学からの指示で、日本に一時帰国しました。時差的に日本の夜中12時はヨーロッパで、夕方5時とかなので、ヨーロッパから日本に行った際は、夜眠れないタイプの時差ボケになります。なので時差ボケのせいですでにもう眠れない上に、大学生の専攻によってものすごく忙しい人とそんなんでもない人がいると思いますが、私はかなり、楽な忙しくない大学生生活だったので、もともと授業数が少ない上にコロナが始まってから始まったオンライン授業は、ドイツの時間帯、つまりドイツの日中時間だと日本の夜に行われていたので、日本で朝起きたところで、やることもないし、授業もバイトもないし、コロナなので家の外に出ることもできないし、夜は夜で授業が少しあるしということで、朝6時くらいに寝て昼2時くらいに起きるという生活を1ヶ月くらい続けてしまいました。留学を終えて日本に帰って、コロナも収まってきてやっと普通の生活に戻ったので、さすがに前のように昼夜逆転生活っていうことはなくなったんですけれども、それでもあの時に感じた夜寝たくても朝6時ぐらいまで寝れなくてすごくイライラしたり不安に思った経験が、その後もベッドに入ると眠れないかもしれない、何時間も起きているかもしれないという不安をものすごくよく感じる原因になりました。というわけで、私の不眠症が始まって、学生の頃は実はそんなに気にしていなかったんですけれども、やっぱり働くようになってどれくらい寝たかどれくらいちゃんと休憩したかが
次の日のパフォーマンスに直接関わるようになったので、気にするようになって、でいろんな対処法とか対策を調べてやってみたんですけれども、どれもあんまりうまくいかないですね。ここからは私が試した対策となぜうまくいかなかったかをお伝えします。まず一番よく聞くのはやっぱり寝る前にリラックスタイムを作ることです。例えば瞑想とかヨガ、カフェインの入ってないお茶を飲む、読書をする、電子機器を使わないとかですね。これは寝れる寝れないにかかわらず、一日の中で一回ゆっくりする時間を作るっていうのは心にも体にもとても健康的でいいというのは分かっているんですが、私にとってはものすごく仕事が忙しいとかストレスが溜まっている時ほどこういうゆっくりした時間を作るのがとても難しいです。このような時間ってクオリティタイムとかセルフケアタイムとか呼ばれていて、ストレスを減らすためにもやった方がいいと皆さんもすごくよく聞くと思いますが、私にとってはそういうストレスが溜まっている時の方がむしろそんな丁寧な生活なんてしてられない、本なんて読む気力もない、それよりもソーシャルメディアとかで適当にスクロールして何も考えない方が楽って思ってしまうんですよね。皆さんこれ共感できますか？本当はそういう時、忙しい時こそ頑張って時間を作って少しでもゆっくりできる時間を、確保しなさいということなんですが、私はそんなに自分への厳しさがないので、スローライフスタイルとか丁寧な暮らしをするためにはすでに自分の心が穏やかである必要がある気がしてしまいますが、これは完全に言い訳なので、できない時でも頑張って、そんな時間を作るようにします。次によくあるのは頭の中で簡単なエクササイズをしたりすることです。日本で有名なのは羊の数を数える、羊が1匹、羊が2匹ずっと数えてるうちに寝れますよとか、あとはもう少しヨガとかで紹介されるのはボディスキャニングって言って体の一部一部に意識を持っていって全身をリラックスさせる方法とか、多くの人の中で眠れない原因は考え事をしていて脳がすごく動いているということなので、こういった単純な脳のエクササイズをすると簡単に言うと脳が退屈してもしくは休まって体も自然に休まりますよということだと思うんですけれども、私にとっては、多分私のかなりせっかちな性格が原因だと思うんですけれども、飽きてしまうんですよね。例えば言葉の連想ゲームとかしていても100単語くらい言い終わったところでこんなに単語言ってもまだ眠れないのかと思ってやめてしまったり、ヨガのボディスキャニングとかしていたら逆に呼吸に意識を向けすぎてしまってむしろ緊張し始めちゃったりしていて、何度も挑戦したんですけれどもこういうのが成功して眠れたことは一度もありません。皆さんはこういうので眠れたことはありますか？最後によく紹介されるのは、眠れないときは諦めるという方法です。もう諦めて例えば部屋の掃除を始めてみたり趣味の編み物をしてみたりということなんですが、問題は眠れないんですけれども眠くないわけではないので、例えば編み物をするために電気をつけてみるとそれはそれで眩しすぎてもう目が閉じてしまうくらい眠いっていう感じがしますが、じゃあ電気を消したら目がパチッと開いて眠くないのっていう風になるんですね。なので眠れないからといって編み物をしたり他のことをするほど眠くないわけではないということで、諦めるというのも諦めてベッドに寝っ転がってるだけだとまたそれはそれで眠れないっていう考えが始まってしまうので、とても難しいなと思っています。今私が一番気をつけようと思っていることは寝る前とか寝ようとしている時の行動ではなく日中の習慣を見直すことです。例えばそもそも毎日同じ時間に起きるとか、定期的に運動をする、コーヒーをやめる、夕飯の内容を軽くするとか、そして一番大切なことはやっぱりストレスとか不安を減らすことですよね。
でもやっぱり普通に生活していて、時には仕事がいつもより忙しくてなかなか運動できない時もあるし、コーヒーがどうしても必要って思ってしまうこともあるし、週末に遊びに行っていつもと同じ時間に起きるっていうのが難しくなることもありますし、一番イライラするのは、夜寝るというとても簡単なことなのに、普段から一日の生活とかをすごく気をつけないといけないということですが、なのでたまにいるいつでもどこでも寝れる人っていうのは、私は彼らのことを超人だと思っています。まあでも結局は不眠症って現代病の一つですよね。贅沢病というか、もしオフィスで働けるような特権もなくて、外で働いていて何時間も働いて帰ってきたら家事もして、携帯とかパソコンとかデバイスも持っていなくてっていう生活だったら、もちろんすぐに寝れるし、寝ないと次の日働けないですよね。なので結局は自分が贅沢な生活をしているからこそある問題ですので、そんなに深く悩んだことはないですけれども、もし簡単に眠れたら嬉しいなと思うので、皆さんもぜひ睡眠で悩んでることや、もしくはやってみて治ったことがあったらコメント欄でシェアしてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。